このように回転の設置ができる部分に関しては Q ボタンを押していただくと、はい、どうも、しんです。本日もアークサバイバルアセンディットをやっていきます。本日はですね、衛星建築チュートリアル、衛星建築システム徹底解説をお送りいたします。アークサバイバルアセンディットになりまして、建築の仕様が大きく変更されました。かなり初心者の方でも建築がやりやすくなりました。今回はですね、今日始めた初心者の方でもわかるように超基本的なところからまずは建築をしていくための必要な情報をご紹介していこうかと思います。アークの建築、土台や壁など外側を建てて作業台や内装物を設置してカスタムコスメなどで飾り付けをしていろいろやることがあるんですが、今回はですね、土台や壁など外側を建てていく上で必要な情報をご紹介していこうかと思います。建築をしていく上で重要なポイントなどもご紹介していきますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。また、今後内装物の設置やそれぞれの機能、カスタムコスメなど順を追ってご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録してお待ちいただければと思います。衛星の建築テクニックに関しては、現在もいくつかご紹介しているものがございますので、よければそちらもご確認いただければと思います。では、本編、どうぞ。ではですね、まず制作について。まずは建材を製作して、それを設置していくという建築になるんですが、製作をする上でエングラム、設計図のようなものを覚えないといけません。サバイバー、このようにレベルが上がっていくと思いますので、何かしらのステータスに振っていただくと、このようにエングラムポイントというのを取得します。レベルに合わせて順次内容が解放されていくというものになるんですが、これで必要なポイントを使って土台であったり、天井であったり、壁であったりっていうのを覚えていくということになります。覚えた後は必要な素材を集めていただいて、インベントリーの制作というところに建築できるものが出てきますので、ここで制作をするということになります。ちなみに、フォルダービューというところを押していただくと、このようにフォルダー分けしている状態と何も分けられていない状態と切り替えることができますので、少ない時は多分フォルダービューない方が見やすいかと思います。いっぱい覚えてくると探すの大変なので、このようにフォルダーで分けていただくと制作がしやすくなるかと思います。建材に関しては、藁、木材、アドベ、石、そして金属とテックっていうのがあるんですが、金属に関しては手持ちで作ることができません。これちょっと元のやつなんで気にしないでください。金属の建材に関してはですね、このように製作可能が作業台って出ていると思うんですが、こちらの作業台を使って製作をするということになります。こちらであれば、このように建材が出てきます。石までは自分の手持ちで作ることが可能です。それ以降は作業台であったり、もう一つ上のテックの建材などもあるんですが、超未来的なやつですね。これに関してはボスを討伐して覚えていくということになるんですが、この場合は専用のテックレプリケーターというもので作成することになります。テック関係に関してはですね、また別途ご紹介しようかと思っておりますので、お楽しみにお待ちいただければと思います。あともう一点、エングラムに関してはですね、必要エングラムというところがありまして、前提条件で覚えておかないといけない部分があります。金属の土台の場合は、その1個前の石の土台を覚えておかないと覚えれないということになります。もちろん作業台で作るので、作業台も覚えて制作しておかないと作れないということになってきますね。その他、今の作業台と同じ効果を持っている生物がいます。これがこちらのアルゲンタビス君。こちらですね、サドルない状態は普通の生物と一緒です。サドルをつけていただくと、このように作業台と同じ効果を持つことができます。
作業台と大きく違うところなんですが、作業台はストレージ入るスタック数が75個と決まっている状態です。ただし重量は関係ないので、いくらでも入れれます。生物の場合に関しては、スタック数は、もちろん生物のスタック上限はあるんですが、基本的にはスタックあまり気にせずに持つことができます。ただし、重量上限がありますので、重量持てる子で作ると、大量のリソースを使って建築をまとめてすることも可能です。特にアルゲン君とかは重量軽減を持っているので、製作がしやすいということになります。その他にもですね、アストロイデス君、モロクトカゲ君なども同じように作業台の効果を持っています。生物に関しては作業台の他にもすり鉢の効果であったり、内装物と同じような効果を持った生物たちがいるんですが、この辺もまた別の機会にご紹介できればと思います。続いて設置について。制作をするとインベントリに持っていただいて、右クリックするとこのように設置というのが出てきて設置ができるようになります。ただこれだとですね、外側立てるときは非常にめんどくさいことになるので、基本的にはこのようにスロットに設定いただいて、対応のボタンを押すとこのように設置ができるようになります。設置ができる場所に関してはこのように青く表示が出ます。このように生物であったり、リソースであったりにぶつかると障害物というのが出てきます。障害物に当たっている状態だと設置ができないので赤くなります。その他に地形によってはですね、このようにサプライクレートドロップ地点に近すぎるっていう注意事項が出ていると思うんですが、各にはこのように地球品クレートという宝箱みたいなものが出てきます。いろんなアイテムが入っていたりするんですけども、これが降りてくる地点の近くは建築ができないようになっています。これは近くにクレートがなくても降りてくる場所の地点は決まっているので、その周辺は設置ができないということになります。クレート以外でもですね、それぞれ場所によって建築不可エリアというのが存在しますので、建築予定の場所にそういった場所がないかどうか、建てる前に後々、ここ建てれないっていうことにならないようにですね、確認をしといていただけるといいかと思います。もちろんこのようにリソースがあるところに関しては、リソースを壊せば設置できるようになりますので、そこは設置していただいて建築をしていくということになります。ここで少し余談になるんですが、整地に関して便利な生物をご紹介しておきます。もちろん普通の生物とかで壊して設置することもできるんですが、後々大型建築をするとき広範囲になるので、サバイバーで壊したり恐竜で一個ずつ潰していくのは結構大変になります。その時便利なのが後ろにいる2機。まずはスコチドアース以降出てきたファソラスクス君ですね。この子ですね、スペースで潜れるんですが、潜っている状態で、このようにリソースを壊しながら成長していくことができます。これで木であったり、石であったり壊しながら周りを更地にすることができます。もう一点、メイグアナ君。これは有料ダウンロードコンテンツであるアストレオスで追加される生物になるんですが、この子であればですね、ほんで、ダッシュボタンで降りると、このように滑っている間、リソースを壊します。これでうまく操作するとですね、木や岩を大量に壊すことができます。なんで、かなり整地が便利になります。リソースは手に入らないんですけどね。もう一つ、パソラスクス君と違うところがですね、メイグアナの場合、右クリックでこのように広範囲の植物も採取ができます。建造物に関してですね、このように草に関しては邪魔にならずに建材を設置することはできるんですが、もちろん草があるので見た目を活かすこともできるんですが、邪魔な場合も多いかと思います。こういう時はですね、これで草を買っていただくとかなり整地が楽になるかと思います。ちょっとメイグアナくん便利なんですけど、有料ダウンロードコンテンツになってますので、ぜひご購入いただければと思います。もちろんその他にマップとしてもですね、いろいろ楽しめるマップになってますし、損にならないかとは思います。設置についてなんですが、
設置をする上でですね、まずこのように青くなっているところで左クリックをしていただくと、建材によって違ってくるんですが、土台や柱などに関してはこのように回転マークがつきます。この状態であればですね、向きを変えたり高さを変えたりすることができます。設置的にまっすぐ置けない場所であったりとか、向きを変えたい場合に利用できるものになっています。あんまり回転使うことは少ないとは思うんですけど、最初の位置決めとしてはご活用いただければと思います。ちなみになんですが、ボタンで切り替えができるものは下に説明文が出ます。このように回転の設置ができる部分に関しては Q ボタンを押していただくと、まず高さ調整ができなくなって回転だけできるように力をかけることができます。高さそのままで向きだけ変えたい場合っていうのも出てくる場合があるので、その時にご活用いただければと思います。もう一回押すと逆に回転はできずに高さだけ変えれるようになります。多分こっちの方が使う機会は多いかと思います。もう一回押すとどっちも変えれるようになります。これでもう一回左クリックを押すと設置を確定するということになります。続いてさっきがフリーの場合なんですが、アークにはスナップという概念があります。くっついた建築ですね。なので、1個設置すれば、くっついた状態でもう1つ設置することができます。この場合は、くっついているので、回転とかはないので、そのまま左クリックで設置ができます。このスナップ、くっついている状態っていうのが、後ほどご紹介する重要なポイントになってきますので、覚えておいていただければと思います。続いて、スナップに関してなんですが、下の部分にスナップ3分の1で出ていると思うんですが、壁だとこのように土台に4箇所設置できます。サバイバーが立っているとできないので、2とか3とかになるんですけど、スナップできる箇所が数で表示されます。これを Q ボタンを押すと、サバイバーや視点を動かさずにスナップ箇所を変更することができます。建築によってはスナップポイントが同じ場所でいっぱいある場合とか、視点やサバイバーの移動でうまく調整ができない場合っていうのが出てくるので、そういう場合にご活用いただければと思います。あと壁とか表裏あるものに関しては E ボタンを押していただくと表裏を切り替えることができます。見た目など変更したりとかする場合に活用できるものになります。あとはですね、設置に関して土台、位置的には一緒なんですが、右の土台につけるのか、左に土台につけるのかっていうところでですね、変わってくる場合があります。これは向きだけじゃなくて、今後のスナップとかいろんな状況でですね、どっちにくっついているのかっていうのも必要になってくる場合があるので、この場合、真ん中のレティクル表示出しておいていただくと、レティクル合っている方に設置がされるというものになっているので、これを使って思い通りの場所にスナップさせるということができるようになりますので、うまくこのレティクルもご活用いただければと思います。なかなかね、細いところとかに建築する場合に、うまくスナップが目的のところに当てれない場合があるので、この端っこに合わせるのではなくて、レティクルをつけたい建材に合わせていただければ、あとはこのように Q ボタンでスナップ切り替えて設置すれば設置しやすいかと思うので、ご活用いただければと思います。続いて、建材の種類に関してなんですが、このように壁の場合、R ボタンを押していただくと、壁でも低い出入り口、両開きの出入り口、窓、秘密の出入り口となっています。今切り替えてこのように設置してきたんですが、建材によっては R ボタンで同じリソース、同じ建材ではあるんですが、種類を切り替えることができるものがあります。これに関しては、例えば柱であれば、細い柱、横向きの細い柱などで、建材ごとにあったりなかったりあるんですが、切り替えることができます。また、建材ごとのものに関してはですね、別途それぞれでご紹介していこうかと思っておりますので、お楽しみにお待ちいただければと思います。
現在、土台に関してはご紹介しているものございますので、参考にしていただければと思います。その他に扉に関しては、種類は切り替えるわけではないんですが、設置するものに合わせて自動的に切り替わるようになってます。窓になったり、両扉になったり、普通の扉になったり、設置するものに合わせて自動的に切り替わるものになってます。設置に関してもう一つ、上書きというものがあります。例えば、この鉄の壁に対して本質の壁に変えたいよっていう場合、このように同じ場所で上書きすることができます。この場合、鉄の壁は解体されてリソースが半分返ってきます。回収すれば丸々鉄の壁使えるんですが、例えばいろいろ建築をしていて、回収すると他のところに支障が出てしまう場合とかが、土台とか柱とかだと多く出てくると思いますので、そこで何か建材を変えたいとか、例えば藁土台から木の土台、石の土台から鉄の土台にアップグレードしたいよっていう場合とか、この上書きを使っていただいて差し替えていくことができます。同じものに上書きができなくなっているのでご注意ください。別の建材であれば上書きは可能です。扉が設置されているものに関しては扉関係も上書きができなくなってます。扉ついてなければこのように上書きすることができます。なんで扉を回収すると上書きはできます。2つついてるんで、そこに上書きで壁を設置するっていうことはできないのでご注意ください。続いて、建築で最も重要な土台判定についてご紹介していきます。アークの建築、そのまま壁とかを大地に突き立てて建築していくなどはできなくなっています。基本的には土台があって、その上に建築をしていくという仕様となっています。これに関しては、判定が存在している土台から1、2、3マスまでは判定を持っていて、その先は支えがないということで置けなくなっています。そこに関してはですね、先ほどご案内した通り、このように緑で表示される部分に関しては設置していくことが可能です。ただ、1個の土台に対して3マスではあるんですけども、このように先の部分に柱などを立てていただくと、この柱も土台判定を持っているので、この柱を地面にまで突き立てていただくと、延長して3マスまで設置することが可能です。4マス目は設置ができません。これはこの土台から天井を伝ってこの柱に全てスナップくっついている状態で判定があるので、そこからさらに伸ばせるようになります。ただし、この下がないともちろん大地に刺さってないので土台判定がありませんので壊れてしまいます。ちゃんと大地につながっていれば土台としての判定が生まれて設置ができるようになります。もちろんこれで柱を横に伸ばしてもう一回縦に置いてすれば1マスまた伸びるので1マスだけ伸ばすことができます。今端っこの土台判定がここにあるっていうことですね。ただし今これ真ん中から柱を下ろしたんですが、ここに土台をつけた場合、柱の角にスナップして土台をつけることになります。これ1マス伸びているように見えるんですが、設置ができません。土台軸がずれているので、ここから3マスちょっと横にずれていることになるので、この場合土台判定伸びないものになってしまいますので、ここだけちょっとご注意いただければと思います。最初難しいと思うので、柱で伸ばした場合は、そのまま柱で伸ばしていただいた方がいいかと思います。というより、土台判定、土台で作って、その上に天井を張って床にするっていう方が、建築は分かりやすいかと思います。柱を使うと、土台部分の建材数を減らすことができるので、結構便利だったりするんですが、慣れたら色々試してみるといいかと思います。土台判定を持っているものに関しては、基本的にこちらになります。まずは土台、三角土台、ウォーター土台、あとは先ほど使った柱と薄い柱、そして柵土台と支柱となります。土台判定の伸び方なんですが、土台から3マスなんですが、壁を張って天井を張る場合は、
この土台の端から3マスになっているので、土台側には4マス貼れます。反対側には3マスしか貼れないということになります。三角を使う場合に関しては、同じように4マス伸ばすことはできるんですが、四角い土台だと1マス伸ばせば、もちろん1マス伸びるんですが、三角土台の場合、1マス伸ばしても境がありませんとなります。もちろんもう1個つけると判定が来るので、もう1個設置できたりします。土台の位置が方向とずれてくる場合があるので、こちらもご注意いただければとなります。もう一つ、柵土台と支柱に関しては、このように壁を設置することはできるようになります。ただし、他の土台判定と違って、横に伸ばすことはできません。あくまで縦に、その場所に土台判定を置くというものになってますので、土台判定は横にはないのでご注意いただければと思います。ちなみにこういう建築をしたい場合は、柱をスナップして設置しておけばですね、これ細い柱なんですけど、もちろん普通の柱でも、この場合柱が土台判定持っているので、同じように横に伸ばすことができます。柱の土台判定が効いているからですね。こういう使い方の場合は、この薄い柱の方があまり見た目が変わらないので、デザインにもよると思うんですが、どっちを使うかうまく使っていただければと思います。続いて、改修について。ASA、このように設置をしてもサークルメニューで拾うっていう部分で改修することができます。もう一つ、解体するというものがあります。解体すると、建材の製作した時に使ったリソースの半分が返ってきます。ただし、なくなります。なので、基本的には回収だと思うんですが、作りすぎたり、別の建材を作るためにリソースが欲しいとかの場合は、解体を使ってリソースに戻すということになります。ただし、半分はなくなりますので、ご注意いただければと思います。ちなみに余談なんですが、アークにはこのように破砕機というものがありまして、特定のアイテムを破砕してリソースに戻すことができるんですが、この場合4分の1になりますので、建材に関しては設置して解体した方がリソースは多く返ってきます。ASA の場合、拾うとその土台判定がついているもの、すべて回収されるということになります。なので、柱を回収した場合は、上の天井だけ回収されます。この壁は、この柵土台にくっついているので、回収はされないということになります。もう一つ、解体に関しても、土台を解体した場合、そのスナップにあたる全てが同じように解体されて、半分のリソースが返ってきます。その土台判定持っているものをひとまとめで回収したり、解体したりすることができます。これによってご紹介しているような簡易トラップ、簡単に設置して柱1本回収すれば全部まとめて回収できるような建築をすることも可能です。逆にこの土台判定をうまく計算しておかないと、改築するときや間違って回収するときに必要なところまで全部なくなってしまって大惨事になる場合がありますので、ご注意いただければと思います。本当に回収していいのか、解体していいのかを考えてから回収していただければと思います。回収の場合は戻ってはくるので、再度設置するという手間の部分になるんですが、解体の場合は壊れてしまいますので、ご注意いただければと思います。続いてカスタムコスメについて詳しくはですね、別途行おうかと思っておりますので、今回は基本的なカスタムコスメについてご紹介しておきます。カスタムコスメに関しては、有料ダウンロードコンテンツ、ボブズトールテイルシリーズのものであったり、あとはもっと有料無料ありますが、数多くのカスタムコスメが出ています。ボブズトールテイルは購入するだけで使うことができます。もう一つ、アストレイオスも同じように購入すれば使うことができます。
モッドに関しては、まずモッドを手に入れる必要があります。メインメニューから開始で始めて、モッドリスト、モッド閲覧のところから一つ下のところ、カスタムコスメティック選んでいただくと、ここで建材のみならずいろいろあるんですが、有料無料あります。こちらのフリーオンリーにしていただくと無料のものだけ絞り込むことができます。この中でこのように建材で設置できるもの、大体建築系のものに関してはこのように写真があると思うので見ていただければいいのかなと思います。ないものもあるんですけどね。こんな感じになっております。これをインストールしていただくということですね。カスタムコスメ、公式認定されているものは公式サーバーでも使うことができます。認定されているもの、されてないものがあるので、そこだけご注意いただければと思います。公式でやっていて、あれ出てこないになる場合がありますので、どっか書いてればいいんですけどね。これ英語なんでわからないので、そこだけご注意いただければと思います。ダウンロードをすれば、インベントリを開いていただいて、装飾品というタブを開いていただくと、ここに表示が出てきます。アイテムコスメと、この切り替えもあるんですが、こっちの右側の方が持っているものになります。ボブズトールテイルなどに関してはですね、ここに開いていただくと出てきます。プラスとかをしていただくとそっちが広がるので見やすくなるかと思います。下の方がモッドで手に入れたカスタム装飾品というところですね。これをスロットなどに入れていただいたりとかすると使いやすいと思うんですが、このように設置をして、もう一回合わせると解除されますので、設置をしていくということになります。それぞれ建材に対して一つで対応しているものもあれば、ものによっては対応していないものもありますので、4枚壁には使えないとか、門枠には使えないみたいなものがあるので、ご注意いただければと思います。その他ですね、このように本質の壁にしか設置ができないっていうものとか、本質の壁であれば設置できます。特定のものにしか付けれないものとかもあるので、そのあたりはご注意いただければと思います。なかなか英語なんで分かりにくいところはあると思うんですが、また各カスタムコスメごとのご紹介などはしていこうかと思っておりますので、こちらもお楽しみにお待ちいただければと思います。はい、ではいかがでしたでしょうか。本日はですね、平成建築システム徹底解説をお送りいたしました。基本的な制作から設置までご紹介させていただいたんですが、少しでも役に立てば幸いです。ちょっとここ分かりにくかったとか、もう少しここを詳しく教えてほしいなどがあればコメントいただければ嬉しいです。その他も質問に関してはですね、コメントいただいたり、Discord で質問いただいた方が回答は早くできるかと思いますので、説明欄に記載がございますので、ぜひご活用いただければと思います。その他、Twitter などで最新情報などもお送りしておりますので、ぜひご活用いただければと思います。今後ですね、順を追って建材ごとの内容であったり、内装物に関して、また先ほどのカスタムコスメそれぞれご紹介していければと思っておりますので、ぜひチャンネル登録してお待ちいただければと思います。では本日は以上となります。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。